はい、皆さんこんにちは。ということでね、天発明所の天所長です。で、今回ね、天発明所のね、ウェブサイトを作ってみたっていうね、動画を撮っていこうと思います。で、まあ、普段ね、そのね、発明のね、動画で撮ってますけど、前回あれかな、ホロサイトで、搭載の輪ゴム銃を作ったっていう感じの、動画をね、撮りましたと。ちょっとね、動画は結構その並行してね、いろんな、動画の企画並行してやってるんですけど、現時点で僕が上げてるのは、そのホロサイトのをなんか自作して、輪ゴム銃に搭載したっていう動画をね、現状出しておりますということで、今回ね、結構そのいろんな動画並行してやってるんですけど、今回やっていきたいのはね、これ、天発明所のウェブサイトを作ってみたっていう動画をね、撮っていきたいなと思います。で、皆さんね、ウェブサイトって基本的に、普段もGoogle ね、みんな Google 言うけどさ、みんな使ってるでしょ。いろんなウェブサイト見て、いろんな情報収集をみんなやってると思うんだけど、僕が今回やっていくのは、その天発明所ウェブサイトをね、作るっていうのは、もう自分で作ってきます。そうです、もうね、自分でね、こういうのを作ってから、どういう風な構造でなってるのとかさ、大体プログラミングとか、軸にあるんだけどさ、これを自分でさ、もう独自で作るっていう。僕ウェブサイトは、一応そのなんかワードプレスとかそこら辺で、簡易的なウェブサイトを作るっていうのは、やってるんで、わかるんですけど、そのなんか本格的なウェブサイトを作るのにどうすればいいのとか、そこら辺はあんまりそのね、詳しい知識ないから、今回初心者の方でもね、こうね、勉強できるっていうか、この動画見ればね、ウェブサイト自分で作れるよねっていうぐらいまでの知識をね、みんなにこう共有できたら面白いかなと思います。で、天発明所のウェブサイトの話を、具体的な話をね、現状しておきましょうか。で、天発明所のウェブサイトは、基本的な構造としては、お知らせですね。天発明所関連のお知らせとかを、その、ウェブサイトで発信するっていうのは、基本的に僕ね、X で情報発信はしてるんですけど、だから、X をフォローしてくださいね、皆さん。で、現時点ではちょっと天発明会っていう、その、会合っていう、会合って呼ぶべきか、なんだろうか。とりあえず会合って言いますと。呼びますと現時点。その会合をね、ちょっと設立いたしまして、その天発明会のお知らせっていうのをX でやってるんですけど、その天発明所で、その、天発明会の、活動のお知らせとか、X でもやるけど、ウェブサイト経由で発信活動とかを定期的にやっていこうと思ってます。だからそこら辺は天発明所の活動、その X のお知らせとかを結構まとめるっていうのをやりたいのと、あとはその通販、ちょっと天発明会も経由でもあるんですけど、天発明所の、商品とかを、天発明所のウェブサイト経由で、売りたいと思ってます。で、その通販の枠組みを作りたいっていうのと、あとそのいろいろね、ちょっと目的はあるんですけど、ウェブサイト作る言うてね。あとは、ちょっと待ってくださいね。ウェブサイト、どういう感じで作るかっていうと、一応あと何ですかね。そうですね。あとね、その天発明会のね、会員情報とかを管轄するっていう目的で、ウェブサイト作りたいなと思います。で、そこら辺のね、大体のその枠組みはあるんだけど、その大体の枠組みを実現できるウェブサイトっていうのを一応作りまして、今回ね、自分でね、もう一切わかんないですよ。僕も使ったことないから、ちゃんと。これをもう自分で作るっていう枠組みを皆さんにね、紹介するような動画を作りたいなと思ってます。で、あとなんか喋ることあるかな？ちょっと待ってくださいね。天発明会のあたりの話はちょっと、また別にやりましょうかね。天発明会って一応そういうね、枠組みを作りましたんで、で、そこのね、会員の活動っていうのをいろいろやっていきたいなと思ってますんで、そこら辺の話はね、ちょっと X でね、皆さん、ご確認お願いいたしますということで、今回ね、天発明所のね、ウェブサイトを作ってみたって、動画をね、撮っていこうと思います。ということでね、天発明所ウェブサイト作ってみたでね、ちょっと解説じゃねえ、概要の紹介をね、ちょっとやったんですけど、さっきね。これね、追加しました。で、こんな感じでね、作っていこうっていうね、計画を立てました。で、もうこれ大体さ、パターン見えたでしょ。もうこれ見ればさ、大体こんな感じで作るんやね、みたいな。で、説明いたしますと、まずね、これね、
ウェブサイトこんな感じで作りますと。で、スクロールしますよね、当然。上からこんな感じでいきますよって話で、まずここね、上から順に説明していくと、一応バナーね、バナーじゃねえわ。アイコンをここに表示して、ここね、この3本線は、ウェブサイトとかでよく使われる、別タブ開けるように、別タブっていうか横から別ウィンドウ開けるみたいな感じのをこれ作って、これね、名前で、ここ会員情報ね、会員情報をここでクリックすれば、別ウィンドウで見れるよっていう枠組みを作りたいなと思います。でそのウィンドウがどういう感じになるかっていうのは、まだ現状正解はないっていうか、現状その会員は、会員、当然ね、まだいないんで、枠組みまだ作ってないから全然。これはもうね、作ろうって感じなんですけど、これね、カートは、一応商品をこれ変えるようにします、ここ。この下でね、商品変えるから、その商品を買うとそのカートに追加されて、このウェブサイト経由で、点発明所の商品買えるよっていう風な感じにしたいなと思います。で、商品情報はね、基本的に上からこんな感じでね、並べていくと。で、どういう商品を売るかっていうのはまだちょっと、明確に練ってないから、その正解はないんだけど、とりあえず上から順にね、配置できるようにします、一旦。で、ここでね、ビューモアっていうところで、次のページ行くみたいな感じで、商品をね、見れるような枠組みを作りたいなと思います。で、ここに一応バナーでね、ちょっとそれっぽいかっこいい感じにしますと。ウェブサイトのデザインを。で、ここにお知らせ。で、点発明所のお知らせを定期的にこうやって配置していくと。で、これバックネクストで一応ここを切り替えできて、で、ここをクリックすると、ウィンドウを表示すると。この辺にウィンドウを表示させるようにします。で、お知らせを見れるようにして、×みたいな感じで。で、一応これを、多すぎると、ネクストみたいな、別タブで移動させるような、仕組みにしたいなと思います。ここ下はね、これね、この3本線のところをここに表示したいなと思います。で、ここのタブ自体はいろいろ追加できるんだけど、結構汎用性あるんだけど、一応このトップね、一応この上のところに戻ってくるよっていうのと、一応会員情報を、ここを押せばいけるんだけど、別タブからもいけるよっていうのと、ご利用ガイドで、一応ここのね、話とか、このウェブサイトの使い方の、いろいろ情報ですね。ウェブサイトの情報をここに載っけるっていう感じですね。ご利用ガイドに。で、よくある質問で、取り寄せられた質問とか、こういうのをちょっと、通販のね、話とか、いろいろそういう手続きの話とか何でもいいけど、とりあえずそのよくある質問っていうので、質問いただいたら、質問の内容を載っけるもそうやし、僕自身がここって分かりにくいのところを全部よくある質問にまとめるって感じですね。で、これは特定商取引法に基づく表記っていうのがありまして、商品を取り扱うならいろいろね、表記しなくちゃいけないんですよね。と、法律的に通販とかそうやって物を売ったりするときに、この辺の表記が法律で決まってるから、それ取引で必要な情報っていうのをここに載せますと。このウェブサイトでね、通販するから。で、プライバシーポリシーです。この情報管理に関する、一応法律もこれも基づいてるから、そういうプライバシー系の情報をここに載せるって感じですね。で、ここにタブ追加するって感じですね。で、このタブもここに表示できるようにするって感じで、要するにこういう外角ね、の、ウェブサイトを作りたいなと思います。一応お知らせもウィンドウ表示ってね、書いてますけど、こんな感じのウェブサイトを今回作りたいなと思います。で、これ作れれば OK かな。で、作って実際にね、そのね、サーバーもちゃんとね、構築して、別のね、普通のスマホとかから、ちゃんと機能して見れるような状態になれば、完了ですね。当然まだ商品ないから、商品情報に乗っけれないんだけど、サンプルでいろいろ乗っけてみてもいいし、ここら辺も会員情報の話とかも、明確に今できないから、とりあえずここの外骨格だけ作るって感じです、今回ね。で、中身がもうちょいね、全然足りてないんだけど、ここら辺の会員情報の枠組みとかは、追加していけばいいから、どんどんウェブサイトだから。現状、何も機能しないって感じで、ボタンみたいな感じにしておきます。もう、何も機能しないボタンみたいな感じですね。で、一応置いとくって感じですね。とりあえずここのタブだけ置いとくって感じで、このウェブサイト作りたいなと思います。で、とりあえずここのね、外骨格だけできて、一応、ある程度使えるよねっていう。そう。どんどんなんていうかな、大枠だけ土台だけ作って、その上にいろんなものを載せれるよねっていう状態まで、
を実際にこう運用するところまで、別のスマホとかから見れる状態になったら、今回ね、の動画はね、目的完了って感じで、こんな感じの、ウェブサイトを作っていきたいなと思います。はい、ということでね、まあね、動画ね、ちょっと前半ね、作りたいウェブサイトとかね、解説いたしましたけど、もうね、完成いたしましたと。早速なんかさ、もうちょいなんか作る過程とかさ、みんな多分見たかったと思うんだけど、まあ、とりあえず、まあでも大枠は作ったんで、まあそのね、中身解説はね、ちょっとしようかなっては思ったんだけど、まあちょっとさ、一応こうね、この中身は必要ないかなと思うんで、とりあえずこう、まあ、どういう感じで作ったかっていうのを、もうそれ大枠だけね、ちょっと解説したいなと思います。で、まあ一応こうね、これビジュアルスタジオコードね、が、手元にこう、まあありましてと。まあ、基本的に僕コーディングはね、ビジュアルスタジオコード使ってます。で、多分他の動画でも言うと思うんだけど、まあビジュアルスタジオコードと、まあビジュアルスタジオっていうものもあるんですけど、まあその違いだけをちょっとね、言っとこうか。まあこの辺ちょっとさ、技術的なところとか、そこら辺のね、話をある程度やっていこうかなと思ってるんで。で、そのビジュアルスタジオとビジュアルスタジオコードの根本的な違いっていうのは、まあイメージで言うと、まあビジュアルスタジオは結構その大規模なね、開発ですね。とかで、まあそのプログラムとか、まあソースコード、まあ何でもいいですけど、呼び方、ソフトウェアね、の開発に、やっぱりそのビジュアルスタジオっていうのは結構その、なんていうかな、管理とかがしやすいと。うん。まあ、僕もなんかその、ビジュアルスタジオすごい専門で使ってるわけじゃないからわかんないけど、まあ使ったことあるんで、ある程度なんかその雰囲気はわかるんですよ。まあ一応そのね、プロジェクトって形ですげえこう、まあ作っていくんですけど、なかなかちょっと結構めんどくさいよね。うん。結構手間かかるなってイメージあります。使うのに。だから、まあその簡易的なプログラムとかをね、コーディングするんだったら、まあコードエディター、まあ何でもいいですけど、まあ、僕は Python だとまあ結構ね、もともとアイドルっていうのを、まあもともと初期でついてるやつを使ってたんですけど、まあ基本的にもうね、最近はそのビジュアルスタジオコードで使ってます。うん。もうビジュアルスタジオコード一択ですね。なんでかっていうと、まあその他のね、動画でも話すんだけど、まあその、まあ僕もともとね、そのメモ帳を使ってたんですよ。もともとね。メモ帳で使うってさ、結構ハードモードやけど、まあなんかそのメモ帳でね、適当になんかさ、簡単なプログラムやったら、まあ一応こうテキストファイルだったら、まあそれを.python とかね、つけたら使えるんで全然まあ問題ないんですけど、まあその、やっぱこのね、コーディング環境のやっぱメリットっていうのは、まあそう、こうやってね、まあ、色付けできるでしょ、こうやって。まあ、色でこう見やすいんですよね、こうやってね。そう、見やすいから、すげえいいよねっていう感じで、まあ、使ってるっていうのもあるし、まあね、これね、ここでこう、閉じたりできるんですよ、こうやってね。めっちゃ便利ですよ、これ。ね、こうするとさ、ここのなんかね、無駄な要素をやっぱ見なくて済むし、ここのね、ちゃんとこう、青色でこう表示されてるから、ここを押せば、ああ、ここに中身入ってたねっていう感じで見れると。だからすげえこう、なんかな、コーディングすごいしやすいんで、まあ、単発のね、なんかプログラムとか、やっぱそのなんか大規模なね、プロジェクトとか、まあ、会社でなんか作りますってなったら、確かになんかその、多分ね、いろいろなんかそのさ、多人数でなんか一つのプログラムとかを作るのに適してるんですよね、おそらくね。その、ビジュアルスタジオがね。まあ、あとその、なんだろうな。まあ、僕も詳しくないからわかんないけど、多分その、なんかマイルストーン的な感じでひたすらこうね、バックアップ取るみたいな処理をすげえできるんでしょうね。プロジェクトでソースコード入れてみたいなね。あと複数のファイルをね、扱いやすいんかな。デバッグとかもしやすいかなって感じですね。多分おそらくそっちの方が。けど僕は基本的にまあもうソロで作ってるんで、ソロだし、まあデバッグはしないです、僕。うん、基本的に。デバッグじゃなくても、まあ、まあ物によるけど、まあ基本的に、デバッグじゃなくても、デバッグっていうかもうさ、なんだろうな、デバッグってなんかめんどくさいやん。ね。まあデバッグ僕ね、デバッグの技術に関してめっちゃ詳しいわけじゃないんだけど、まあもう大体もうね、ここ間違ってるでしょっていうのをひたすらこう分析して、まあ出力してっていうのね。でここをね、変えたらどうなるんだろうっていうのをひたすらやってもうね、理解していくしかないよねって。で、やっぱそれやった分だけ、やっぱプログラミングの知識がついてくるから、やっぱそうやって頭使ってやっていくしかないよねって感じでやってますと。まあ、とりあえず、まあ、一言言いたいのは、僕はビジュアルスタジオコードを使ってますね。しかもこれ HTML、CSS ね、これ JavaScript ね。っていう、こう、プログラミングね、言語。まあ、言語って言ったら、まあ、いろいろあるんだけどさ、種類も。まあ、とりあえず、こう、プログラミング言語っていう枠でね、語ります。で、こんな感じで、こうね、ファイルをね、いろんなファイル扱えるんで、こうやって。すごい便利ですね。そういう意味で言うと。
で、Python も一応扱える。僕結構 Python っていうそのプログラミング言語をね、よく使ってるんで、まあその Python はすげえ使いやすいんでね、もう一応これ拡張機能をまあ入れると使えるよっていう。まあ拡張機能もね、簡単にまあ入れれるんでね。Python ファイル開いたら、拡張機能でダウンロードしますかって出るんでね、インストールしますかって出るから、それクリックすればね、普通に使えるんでね、めっちゃ便利です。ということでね、まあそのビジュアルスタジオコードのね、解説しましたと。で、一応ね、これね、ウェブサイト作るときにね、どういう技術が必要になるかってね、その大枠で皆さんにね、お伝えしておきますと、基本的にまあね、そのやり方はいろいろあるんですけど、まあそのワードプレスとかね、なんかいろいろあるんですよ、そのね、作る。まあウェブサイト作れるよみたいな、そのなんかテンプレートでね、そういうのまあいろいろあるんだけど、まあ、基本的にそのね、ウェブサイト作るってなったら、こういうなんかね、コーディングっていうやり方もありまして、まあこれのコーディングをするときに、使うファイルがこの3つですね、基本的に。HTML と CSS と JavaScript。これが基本的にこのウェブサイト作るときに使えますという形になってきます。で、まあ、イメージで話すと、まあ、その HTML はね、どういう感じかっていうと、まあ、構造言語っていうかなんかそのね、外骨格を作るって感じですね。ウェブサイトの外骨格を作るのが、HTML の役割ですね。だから、まあ、要するにこう要素をまず定義していくっていう、その階層とかね、とか、まあ、その上から順にね、基本的にウェブサイトは上から順に入っていくんで、その上から順に入る要素を定義して、この CSS ってやつで、そのデザインを指定します、これで。そう。だから、まあ、HTML で中身を指定して、その中身のデザインを CSS で指定すると。で、いろんなね、まあ、処理がね、その、まあ、プログラム的な処理がいろいろ入ってくるんで、そこの処理を JavaScript でやるって感じですね。で、基本的にその HTML で、この、まあ、CSS ね、これ、1ってファイル名1にしてるんですけど、1.css と 1.javascript っていうのは、まあ、最下層あたりにあるんですけど、まあ、それってこう組み込んで、まあ、基本的にここの CSS とね、JavaScript っていうのを使って、ウェブサイトを構築していくって形になります。で、一応こうね、まあ、ここでね、拡張性あるからさ、まあ、僕はね、現時点で、まあ、ある程度のね、ウェブサイト作ったんですけど、まあ、そのね、結構拡張してね、作っていきたいとは思ってるんで、そこら辺の話はね、まあ多分もうしないかな。ウェブサイトはもう、ある程度のまあ今回の目的はね、外骨格を作りたいなっていう。から、まあ拡張性を持たせるところまでは、の土台だけ作るって形だったんで、とりあえずまあ土台がね、今回できたんで、まあその土台でね、どんな感じでね、作ったかとかいうね、まあ感想もね、さてをまあ兼ね合いをしながらね、まあ、いきたいなと思いますということでね、コーディングの話はね、以上です。はい、ということでね、ウェブサイト完成しました。で、これね、今ね、まあ、Google Chrome ね、まあ、わかると思うんですけど、パソコンっていうかまあ、スマホとかね、持ってる方ね、Chrome の一応こうブラウザに、これね、band.html っていうファイルを打ち込んだら、まあ、こういうサイトがね、実際出力されましたと。で、これ適当に作ってるんでね、まあ、適当に作ってるって言ったらあれなんですけど、まあ、大枠はもう完成してるって感じですね。で、デザインもね、まあ、割とちゃんと作ったよっていう感じで、まあ、ここのね、中身はこうね、置き換えられるって感じなんで、まあ、現状はこんな感じで作りましたっていう。サイトのね、解説をしたいなと思います。まあ、デザインさ、最初の動画で言った通りに近いでしょ、デザイン。なんか割とね、ちゃんと作れました。で、これはもう本当に僕一から作ったんでね。一からこのサイト作りました。まあ、割とまあだから頑張ればね、まあ作れるよっていう感じのね、感じになってますと。で、まあとりあえずね、まあ、これメニューバーをこう押すとね、こうやって、サイドメニューがね、出てくるって感じですね。ここら辺のね、中身はね、まだちょっとね、ある程度そのさ、割とこんな感じでね、っていう、まあ文章だけ入れてね、やってるんだけど、まあ、ここら辺はまだちょっとね、機能しないっす。この辺のね、やつは、まあ、ちょっとね、通販のね、兼ね合いとか、まあ、ちょっと会員の兼ね合いとかいろいろあるんで、まあ、現状保留してます。けど、まあ、そこのね、拡張性あるっていう状態に作ってます。で、まあ、土台をね、作るっていうのが目的だったんで。で、まあ、とりあえずね、いろいろ見ていきましょうか。このサイトのね、どういうね、デザインかとかのは、僕が実際にもうね、中身は大体把握してるからわかるんですけど、これね。まあ、こんな感じでちょっとお知らせを見れるようにしてます。で、一応これね、詳細後日発表しますので、ひたすらぶち込んだんですけど、まあこれね、スクロールもね、ちゃんとできるようになってて、
まあね、とりあえずね、こんな感じで画像とかもね、貼れてるから、これでまあ皆さんにこうね、いろいろ告知とかね、していきたいなと思ってます。で、まあ、一応こうリンクもこう貼れるようにしてて、こうやってすると、まあ一応 Google ですね。うん。まあ今、現状まあ、その適当に Google のリンクを貼ってます、ここ。まあここら辺もね、ちょっとね、おいおいね、いろいろね、追加していきたいなと思ってます。で、こうやってこうアニメーションとかもつけてます。これね。これもなんかね、こうね、まあ、普段ね、結構ウェブサイトを見てるときとかさ、ちょっとしたアニメーションってあるじゃないですか。まあ、ああいうのって、まあ、なんかその軽い気持ちでみんな使ってるけどね、結構作ろうと思うと結構めんどくさいです、これ。うん。結構めんどくさかったです、これ。時間かかりました、これ。このアニメーション。だから、まあ割とそのね、ちょっとしたアニメーション作れるだけでもめんどくさいよっていうのは、まあ、その JavaScript とかのね、CSS とかそこら辺をね、いじくらなくちゃいけないよ。感じになってきますと。うん。そんな感じでね、作る側になると、だいたいこう見ると、あーって、ここら辺って結構なんかめんどくさいよね、みたいな、が分かるようになってくるよね、って話ですね。まあ僕の視点から言うと結構めんどくさいです、これ。こういう処理はね。まあこんな感じでね、ちょっとお知らせが変更した時に、まあ一応こう、5つセットでね、配置できるようにしてます。でまあここも一応ね、こう、商品をね、入れたいんですよね、ここにね。まあ、一応、点発明所の、商品販売の一応こう、なんていうかな、窓口として、まあ、一種の EC サイトでね、っていう形でやりたいと思ってるんで、とりあえずここに商品を置けるようにしてるんですけど、まあ、現状ちょっとなんかさ、売る商品も、まあ、まだその、明確なね、あれ、これを売るっていうのはないんだけど、適当にここら辺もちょっといじりました。スライガーに盛り合わせとか言って。まあ、特にね、意味はありませんと。ここら辺もちょっとリンククリックできるようにするんで、いずれ。この辺もね、ちょっと後で考えていきたいなと思います。で、ここも一応フッターもね、こんな感じでね、配置しましたと。まあなんかこれ、軽い感じでこうね、言ってるけどさ、これなかなかめんどくさいですからね、これ作るの。なかなか大変ですからね、これ。このサイト作るの。って感じでね、まあ割とね、デザイン性もね、ちょっと自分好みになったんで、今回良かったなーって感じです。はい、ということでね、無事ね、ついにね、ウェブサイトがね、完成したということでね、ちょっとね、まとめ取っていきたいなと思います。でね、まあ、ウェブサイトを作る過程をね、話すって言うても、まあ、その、コーディングの過程とかね、まあ、コーディングしてもさ、なんかその全部コードをね、皆さんにちょっと公開してるわけでもないし、まあ、その過程を全部ね、赤裸々に話してるわけでもないんだけど、まあ、そのウェブサイトのね、こんな感じで作ったよっていう紹介と、まあ、このね、HTML とね、CSS とまあ JavaScript あたりを使えばね、作れるよっていうところね、まあ、ある程度のね、知識をね、皆さんに共有できたかなと思います。で、まあちょっとね、口頭で説明するのもあれなんだけど、まあ、ウェブサイトをね、作るってなっても、まあいろいろね、必要なね、まあ上げるってなってもね、知識ってのがありまして、まあそこら辺のね、話をね、ここのまとめでね、話すのもあれなんだけど、ちょっとね、話そうかなと思います。まあどういう技術、知識が必要になってくるかというとね、まずこう、ドメインっていうのをね、ちゃんとね、ゲットしなくちゃいけなくて、まあウェブサイトのね、いろんなちょっとサービスありましてね、まあお名前 .com とかさ、いろいろあるんですけど、そういうまあ、そのサービス、まあ会社っていうか、そういうところからドメインっていうのを取得して、で、そのドメインっていう、その、まあドメインって何かっていうと、あれね、Google、まあ HTTPS ね、ハイフンの、ハイフンじゃないですね、スラッシュみたいな。の google.com みたいな。あれがまあ一応ドメインって言うんですけど、あれをね、ちょっとゲットしなくちゃいけないと。で、僕はHTTPS のね、まあね、点発明所 .jp って形で、ドメインを獲得しました。で、それをね、まあとりあえずこう、レンタルサーバーで、運用するって形で僕はやってますと。まあそのサーバーもさ、一応こうね、普通にサーバーをね、構築するともできるんだけど、まあレンタルサーバーを使うとすごいね、まあサーバー自体はこう初期費用すげえかかるからね、構築するってなったらね、そういうね、画面に動きないんだけどまあ、そのサーバーをね、構築するのもちょっとね、ね、すごいこう、時間かかるというか、まあ、ちょっと大変だからね、お金もかかるしみたいな感じだから、まあ一応レンタルサーバーをね、使うっていうのは結構こう、まあ、ベストだし、まあだからこそそういう業者がいるんですよね。サーバー業者っていうのがいて、で、そこで、まあ一応こうね、それなりのこうね、ユーザーインターフェースがあるって、そこでまあ一応こうドメインとか設定して、まあちょっとね、月額とか払えば、まあね、ウェブサイト見れるよっていう形に、一応なりましたという形のね、
話になりました。で、まあちょっと動画内で説明してないことね、いくつかあるんだけど、そこら辺のちょっと話をね、まあこのまとめでね、話すのもあれなんだけど、結構さ、行き当たりばったりで僕も撮ってるからさ、すげえこうさ、明確なね、チュートリアルじゃないですからね、僕の動画。ウェブサイトを作るにどうすればいいのじゃなくて、大体のそのさ、技術的な話とかを、パターンを、まあ、僕が自分で作ってるからさ、わかることを、まあ、ある程度そのまとめでね、最後ちょっと途中で話せてないことをね、話したいなと思います。で、まあ、とりあえずね、必要なね、今回ちょっとね、話してなかった内容である程度こうね、話せるとこ話そうと思います。ドメインね、ドメイン。と、まあ、HTML と、CSS ですね。と、まあ、JavaScript と。まあ、最後ちょっとね、なんか授業みたいなのあるけどさ、その辺の話もしとっても面白いかなと思うんで。あと、まあ、ホスティングっていうんですね。ここら辺がね、必要になってくると。レンタルサーバーですね。まあ、ここら辺がね、ちょっと必要になってくる、ものになりまして、ドメインが、まあ僕のサイトがね、一応こう、HTTP、まあ S はちょっとまだね、ちょっとあれなんですけど、まあ HTTP に一応行きましょうか。ここの S がつくかつかないかって、まあ一応ね、そこら辺の話はちょっとさ、あとはめんどくさいから飛ばしますけど、とりあえず点発名所 .jp というね、ドメインをゲットしました。で、まあこれでうちのサイトね、一応見れるようになります。まあおそらくまあここね、S つくんですけど、ここね、ちょっとまだ設定してない感じです。で、とりあえずね、うちのサイトをね、ちゃんとTwitter とかね、あとまあうちのね、リンクで貼るかもわかんないんだけども、とりあえずね、こんな感じのドメインをゲットして、HTTPS とかね、CSS、JavaScript あたりもね、結構こう、いろんな処理をやってます。普通にさ、ファイル上げるだけじゃなくて、まあ最小化とかね、あるんですよ。最小化とかファイルのね、必要なのが。まあ、とか、難読化とかね、いろいろなね、処理がね、ありまして、まあ、そこら辺はね、まあ、これやるやらないも自由なんだけど、まあ、とりあえずこういうね、ファイルにね、処理っていうのをね、行えると。で、まあ、なんでこういうと、まあ、ことを行う必要があるかどうかを置いといて、まあ、ここら辺のね、技術っていうのは、ここら辺のね、まあ、最後授業になってるからあれなんだけど、クライアントサイドの、クライアントサイドの一応処理な、ファイルなんですね。で、そのブラウザの仕組みをね、ちょっと話しときますと、まあ、イメージで言うたら、まあ、そのサーバーがありますと、こうやって。サーバーがありまして、まあ、そこから、まあ、こうね、パソコンね、もう何でもスマホでも何でもいいですよ。こんな感じのスマホとかに、こう、データがね、こう来るわけよ。わかるやろみんな。ここに、まあ、インターネット経由でね、こう来るわけよ。ブラウザでね。に、まあ、イメージで言ったら、まあ、その、index.html、まあ、ファイルとかがこうやってこう送られてきて、これを、まあ、とか、まあ、ね、これいろいろファイルあるんだけど、そこら辺のファイルをブラウザにこう読み込んで、ブラウザで見るって形になってくるから、そこのクライアントサイドの処理を行うのが、ここら辺のHTML、CSS、JavaScript っていう、ファイルになってくるんですよね。で、サーバーサイドの処理っていうのも一応ありまして、それはね、一応こう、例えば、まあ、Python とか PHP とかあるんですけど、いろいろ。で、そういう言語を使って、サーバーサイドの処理っていうのも、行えるんだけど、とりあえずこうね、HTML、CSS、JavaScript っていうのは、クライアントサイドの処理って言いまして、で、こっちにね、まあ、イメージで言ったらファイルを送りつけるわけよ。で、そのファイルをブラウザで見るって感じなんですね。でこれが、一応、ブラウザが、ファイルを見る、開いて、ここに再現するという形になるから、一応こうね、このファイル自体はね、すげえこう、まあ、著作物であるじゃないですか。まあ、著作物をこう送りつけてるわけね、ここに。だから人にあげてるみたいな。
だからまあイメージで言ったら、自分が作ったこう絵があるやんか。なんか何でもいいよ。これをなんかさ、なんでもいいよ。じゃあ、何でしょうか。まあ以前出したこのヨーダね、ヨーダ。ヨーダの絵描きました。これをこう、サーバーっていうこう自分のさ、なんでもいいよ。なんかその絵画展からヨーダの絵を大量に複製してみんなに配ったみたいな。そしたらさ、なんかそのヨーダの絵さ、ワンチャンなんかこう100万円ぐらいでね、売れる、これね、100万円ぐらいで売れる可能性あったのに、こうみんなに配っちゃうとさ、価値がね、まあ下がっちゃうっていうかさ、イメージで言うと。だから、まあ要するにこういうのなんかね、無料で配ってるようなもんだよね。みんなにね、クライアントサイドのね、このファイルって。だから一応こう、まあ難読化っていう技術がありますと。これは一応こうね、簡単にこうね、リバースエンジニアリングされないように、こうやって難読化っていう技術がありますって話と、最小化っていうのは、まあ、ファイルをね、まあ容量を少なくすると、まあその、高速になるよとか、ロードが。そこら辺のまあ難読化ともね、兼ね合いがあるんですよ。まあ、ここら辺の処理とかもね、一応こう、普通にこう HTML、CSS、JavaScript で、まあ、ファイルを作った時とか、こういう処理も、まあ、する必要があるかどうか置いといて、まあでも割とね、いろんなサイト見てたらやっぱしてるなって思いますよ。基本的にブラウザ開いた時にね、開発者ツールってあるんで、そう。デブツールっていうなんかあるんですけど、ね、こういうのあるんですけど、まあ、ソースを見るとかね、左クリックしてね、ソースを見るみたいなね、あるんで、Chrome とか使ってたら、そう。こういうので普通に見れます。ブラウザね。ウェブサイトのね、構造は見れます、大抵。で、まあこういうね、HTML、CSS、JavaScript でね、基本的にこの HTML がね、最初に出てくるんだけど、これからこうやってここら辺の情報を見れるようになってるんで、そのクライアントサイドの処理だから、は、ここら辺がね、扱ってますと。まあ言うたらレイアウトね、ウェブサイトの。は、基本的に仕組み的には、このね、サーバーからこう送られてきて、こっちで見るって、開いて、ここら辺を見ると。から、まあ、普段皆さんね、ウェブサイト見れてるよっていう話になってきます。で、まあ、サーバーサイドの処理がね、この Python とか PHP とかで、まあ、その、決済処理とかね、決済機能とか、まあ、そういうなんかその、まあ、裏のね、こうパスワードとかを、こうね、処理するとかなったらさ、さすがにね、まあ、データベース扱うので SQL ってあるんですけど、まあ、そういうのね、SQL インジェクションっていうこうね、まあ、ハッキング手法とかもあるんですけど、まあ、そこら辺置いといて、まあ、その、まあ、とりあえずこういうね、サーバーサイド側の処理っていうのはまた別であるよっていう。で、言語もまあ、大体こういうなんかね、ちょっと特殊ではないけど、まあ別の言語を使ったりするね。基本的にこう、ウェブサイトね、作るときは、ここら辺の言語がメインになってくるって感じです。で、まあ、ホスティングの話もね、まあ、とりあえずドメインを作ったら、その、ホスティングっていうこうさ、このサーバーね、サーバーのことをホスティングって言うんだけど、これね、これを必要になってきて、これはまあ一応こう自分でね、構築もできるんだけど、まあその、レンタルサーバーがね、あるんで、まあいろいろあるんですよね。X サーバーとか、まあロリーポップとかなんかいろいろね、そういうなんか、いろいろあるんで、そういうなんかそうサーバー屋さんから借りると、すげえこう、まあサブスクですよね、まあいわゆる。サブスクで、まあそういうなんかこう、ちゃんと専門家の人たちがね、運用してるんで、で、ちゃんとこうね、スピードとかもさ、毎日というかこう、24時間こうちゃんとね、管理してくれてるんで、そういうな保証とかもあるんで、まあ、基本的にレンタルサーバーが無難だよねって感じです。使うならね、自分がウェブサイト作るってなったら、レンタルサーバーに契約して、これドメインをぶち込んで、ウェブサイトね、みんな見れるようにするっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、そこら辺ってあとあるかな、なんか。自前でね、サーバー作ったらもできます。話です。で、まあちょっとさ、じゃあ SQL の話でもしようする。ちょっとだけしようかな。SQL インジェクションっていうね、まあそういうまあ、ハッキングとかもね、あるんでね、その SQL コマンドでちょっとね、いじくるっていうか、その詳しい人だと、ちょっとなんかその、ね、脆弱性あるウェブサイトとかだと、なんかそのデータを勝手に抜き取ったり、改ざんしたりできるよねっていう。そういうなんかいろいろね、あるんでね、そういうなんかウェブサイト系はね、結構その、まあなんていうかな、そういうなんか改ざんとかもそうですしね。こういうなんか HTTP のね、サイトとかもね、改ざんできるとかそういう話があるんで、いろいろね、通信を改ざんできるとか、まあそこら辺が結構ね、まあなんだかんだね、まあウェブサイトって結構ね、まあ奥が深いんでね、
だからそのウェブエンジニアっていうのがさ、やっぱり世の中いっぱいではないけど、割とね、ちゃんとこう専門家としているわけですよ。ウェブサイト作る人たちが。フロントエンドエンジニアとかさ、バックエンドエンジニアとかいるじゃないですか。まあそういう人たちが世の中のこうウェブサイトとかを作ってるよっていう感じです。で、基本的にまあここら辺の知識があれば、まあそのね、まあ誰でもっていうかさ、ある程度のそのさ、ウェブサイト作るとかさ、ウェブサイトどういうものなのっていうのは、まあ勉強になるし、まあ自分でちょっとウェブサイトを作ってみたらね、ここら辺のね、HTML、CSS、JavaScript あたりの知識もついてくるんで、まあ、これを理解していれば、基本的にウェブサイトは大体ね、ある程度は大枠はね、理解できます。クライアントサイトのね、ウェブサイトの処理の仕組みがわかるんで、っていう意味で、ここら辺の知識はね、皆さん持っておいてくださいということで、今回こんなもんかな。とりあえず点発明所のね、ウェブサイト作りました。で、皆さんちょっと一応こう点発明所 .jp でね、まあ、ブラウザからね、見れるようになってますんで、ぜひ見てくださいと。で、まあ、そこら辺の内容はね、まだちょっと大枠しか作ってないから、まあ、どんどんちょっとアップデートしてね、自分でね、内容もね、ちょっとね、最終的にちょっと EC サイト的な形になるんで、そこら辺のね、まあね、まあ僕もね、どんどんね、そこら辺のね、機能をね、追加してアップデートしていきたいなと思ってます。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。